第二次来台湾，可以讲一下老师一些感想之类的。今回は第2回目台湾に来られまして、ご感想はいや、2度目の台湾なので、1度目はすごい緊張してきましたけど、2度目はもう、1回目でだいぶ温かく受け入れられるのが分かってるんで、2回目はすごい楽しむ気持ちできました。因为第一次来的时候，老师他蛮紧张的，因为没来过台湾嘛。那第一次来的时候，就感受到我们台湾人的热情啊，跟我们台湾人对他的对他的一些感言，那他觉得很感动，所以他第二次来的时候，他就会觉得说，这次真的是用很开心的心情来到台湾。这次特别有一位读者特别画了老师的自画像，还有跟里面角色在一起的图，他想要献给老师。那我们请这位读者上台。这个是老师跟雷姆。好像雷姆那种看哦。当时他自己画起来。本当一枚は先生に。これをいただきます。はい、そうです。他画右边，大家左边的这一幅是老师跟举重人物的画像。那右边那一幅，就大家右边那一幅。ありがとうございます。このようなポーズで一枚写真を撮りたいです。一样拿着，一样慢慢拿着，这样。哦，不好意思哦。はい、ありがとうございます。ちょっと怖いね。大丈夫です。いじめた方が楽しいかな。但是欺负他才开心。我々が通定なのは、やっぱり逆境から立ち上がる主人公が一番かっこいいと思うので、もちろん。从逆境然后逆转胜的，然后再胜然后把赢得最棒的。だから菅原君も一番かっこよくていいなって思所以他为了要让他的是吧，他还运动更好，更受欢迎，所以他めちゃめちゃ美味しかったけど。昨天有带老师。牛さんの食べに行った牛なんだっけ、ラーメンじゃないみたいな。牛肉のなんだろう、またタイのチャンピオン。そう。あれ美味しかったんだよ。然后上一次有带他去吃冯师傅的牛肉面，那他也觉得那边牛肉面很好吃。臭豆腐だね。然后臭豆腐真的 NG， 那个味道真的是太强烈了，受不了。作品作りで。いやもうそれはどっちもね面白いもの作ろうとしてる身ですから、それはお互いの意見がガンガンぶつかり合うこともありますよ。那因为为了要写出更好的作品来，所以常常就是两个人会意见不合，然后就是会有一些争论之类的。割とねこう自分がこう伸び伸びと作品作るじゃないけれども、こう割とこうそもそも本にする前は勝手に書いてたもんなんで、すごいこう自分の面白さみたいなのは出てたんだけど、そういうのにちゃんとこう読者に伝わるような方向性を与えてくれるのがね、池本さんの意見が大きいので、そのあたりの部分聞きながらちょっと思いながらね。因为老师他纯粹只是个人兴趣喜好，在当时在写那个《Izero》这个作品，那他只是把自己的想法反映在文字上，所以那个Ikemotoさん等于是指导他的一个老师。然后把他写的内容能够把它转化成读者可以接受、读者会喜欢的一个作品，所以那个Ikemotoさん对老師来說，他的意見是非常重要的。変えるときっていうか、まあそうですね。本に変えるときに一番大変なことは、もちろん文字数がきついのもあるんですけど、文字数がきついのもあるんだけど、ウェブだと文字数の制限がないんで。書きたいこと書きたいだけ、要するにスバルがこの時何を思ってるのかみたいなのをずっとブワーって書けるんですけども、本になってしまうとやっぱりこの決まった書式だったりとか、この決まったページ数っていうのがあるものですから、その中でいかにこうウェブの時に込められた気持ちとか思いとか伝えたかった内容みたいなものを、どれだけうまく言葉にしてこう決められたページの中で伝えられるかっていうところが一番きつかった。其实
在网络就是写在网络上的文章的话，并没有说限制你得写多少字，我想要写多少就可以写多少。然后你要把它转换成书的时候，变成说，比方说我在网站写的时候，我可能就是那个400个可能他发生的什么，他怎样，他怎么想，他可以很天马行空的写。可是换成书的话，变成他要考量我这一本书的字数、我的页数，然后我要怎么去诠释说。我要怎么去诠释说我里面每一个角色，是不是让读者都可以很了解，知道这个故事的内容的有趣的地方，那是最大的难度。いやもう俺は引きこもったことない。这又不是他自己本身的。ただあくまで想像というか、やっぱり書くときはもうスバル君になりきってじゃないですけど、スバル君の考えをちゃんとトレースできるように、スバル君の気持ちになって書くとき。スバル君がこういう人生を送ってきてこういう生き方をしてきたんならこういうことを考えるだろうなというところをしっかりと考えてやればちゃんと夏木スバの気持ちになれるんで不登校じゃなくても不登校の気持ちになって書ける。因为他在写这一段的时候，因为他毕竟是作者，然后是主角，虽然他不是完全把自己变成这个主角，可是他会站在主角的立场去想说，我的是吧？可能他人生就是这样子一路走来，他发生了这么多事情，那遇到这种状况的话，也许他应该会这样讲，所以他就写了那段话。俺はあんなネガティブなこと考えてない。想太多了。声優？堀江由衣。堀江由衣。フェリックス・アーナルです。堀江由衣。菲利斯的声优，绝江游女，对。觉得是一个土在一个区，然后江是江就是长江江。理由的由。今単純的に俺が好きな声優さんを言っただけだけど単純にアニメの内容で見たらもちろん夏木スバル役の小橋祐介さんが小橋祐介さんの力でだいぶ持ってきてくれてるところがあるのが大きいんでこの辺りは本当にちゃんと書いててください。那老师现在是正确的答案啦，哈，正确的回复。他说，其实他觉得最棒的声优应该就是那个担任400个那一位声优，因为如果没有他的话，可能那个这个主角的个性跟他在整个故事里的角色没有办法呈现出来。他是小林玉介先生。小林玉介先生。一番好きなの。あんまりキャラクターに順番つけるのは好きじゃないんだけど、どのキャラが一番好きかって言われたら、エミヤが一番好きです。老师本身的个性是不喜欢针对他写的每一个角色去帮他们做排行榜，可是说来说去，他最喜欢的还是艾米莉亚。艾米莉亚女主，我们的第一女主角。对，我看。アニメの内容っていうかアニメの作りにといっても基本的にはでもやっぱりアニメに関してはアニメ作る人たちが作るのが一番うまくやってくれるだろうっていうのがあって問題とは問題があって単純にそのアニメにする上でリゼロっていう作品で伝えたかった部分というかやりたかった部分っていうところが損なわれないようになっていればそこだけ伝わってくれればっていう気持ちで見ているのでそこだけ確認してそれ以外はもう全部お任せしているような気持ちで基本上，因为毕竟做动画有做动画的专家，所以老师会把所有的这些制作的过程都委托给这些制作的人员。可是他还是会去确认说，他们里面内容是不是跟他原书有什么不一样的地方，否则并没有太大他个人的一个意见。で、先生の心境をちょっと教えていただけますか。いやもう正直なこと言えば、そんなウケねえだろうと思ってたから。其实老实说啦，他觉得应该没有大家讲的这么夸张。ウケねえだろうと思ってたから、もう日本でももちろん話題になってるだろうと思いですし、もちろんそれがね台湾もそうだし、他の国とかでも話題になってくるだろうなと思いながら、やっぱ俺面白いじゃん。老师他这个作品自从动画化之后，不但在日本造成话题，在台湾也很轰动，然后其他国家的也都知道这个作品，所以老师觉得说，其实我是个很有趣的人才对，他觉得自己很有趣。基本的にはスバル君を殺すタイミングは一番その週で一番スバルが後悔が残りそうなタイミングというか一番やり直さなくちゃいけないぞっていう気持ちが新たになる瞬間ですね。一番心に残るタイミングでやらないとやっぱり簡単に死なせてしまうとやっぱり読んでる人もちょっと
死んでやり直せばいいじゃんって気持ちになってしまうと思うので、そうそう死んでやり直すことが簡単じゃないよっていうことを教えられるように一番ひどい状態にしてから。那个就是男主角他什么时候要死？老师他的想法是觉得说，就是他本身满心感到后悔的时候，或者是他觉得说啊，我这个时候已经绝望了，在那个时间点，老师就会把他杀掉。那至于说为什么会这样，老师会就是站在那个男主角他的立场去考虑说，因为他这个时候他的心境应该是这个样子，所以我现在不把他弄死的话，他可能又没有办法再重新有一个新的开始。所以这是依据老师自己本身的那种写作者的判断。郭老师还没有拿他就是回到就是成长点那个部分，他是怎么确定？で、一旦なくなって、でまたそのタイミングは戻ってきた時の。はい。それは本当にね、一応ネタバレにも絶対関わってくる。基本的にはスバルがどうにかできる限りというか、スバルが頑張ればなんとかできる限りで戻ってくるようにしてある。就是在最佳时间点，老师会去考量到最佳时间点，看什么时候让他再复活。やったのか。俺も突然聞かれたと思う。至少是责编他。ゼロから始まる世界生活作品のアニメにとって一番大事な話数が18話で、一人でも多くの人にそこを、見てほしかった。だから普通にアニメを流してしまったらいつもの1話になってしまうんですけど、ここは特別な回だからみんな見てくださいっていうことを言いたかったので、JR に。わかりました。因为第18话是非常重要的一集，所以他为了要让更多的人知道这一部动画的内容是多么精彩、多么好，所以就想说，我一定要在这样去做这个广告。因为一般动画你一集做完就完，不会太多人去注意说有这一部作品。那如果说因为18话是一个关键点，所以他没有做这个广告大力宣传的话，就比较不会有更多人去知道这个作品。あれはある程度こうスバル君のキャラクターの設定として名作童話劇場じゃないけどああいうのが好きっていう設定があるのと、あとちょっと1話先の話20話の話になっちゃうんですけど、スバル君が乗ってる竜がドラゴンがいて、あれが名前がパトラッシュって名前なんですけどパトラッシュ。そうあれがパトラッシュって名前なんです。那老师当初要选这个铃声的时候，因为就是依据那个斯巴鲁本他个人的这个个性跟他的角色，所以他想了很久才会去挑了这个那个手机铃声。那因为这个又牵扯到故事那个动画第20话，就是里面它的交通工具是一只龙嘛，那只龙的名字就叫那个帕特拉修。帕特拉修。对，那帕特拉修的就是它是世界名著剧场《龙与忠狗》的，对，就是这样的念法。ワンダースの犬っていう作品が好きだっていうあれがあって、で場面で着信メロディー変え忘れてるのがスバルっぽいなと。因为他很喜欢那个动画，所以他想说，那既然这样的话，就用那个铃声的话，是不是就比较好？刚好和他的个性。スケジュール仕事してる時してないの？してるとき仕事してる時土日じゃないです。平日です。平日だとね、大体朝の6時半に起きるでしょ。朝の6時半に起きて、8時までに出勤して、そっから、大体夜の6時まで仕事してるでしょ。夜の6時まで仕事して、次に8時前ぐらいに帰ってきて、でそっから、ご飯食べたりお風呂入ったりとかして、10時前9時半ぐらいにパソコンの前に座って、で2時ぐらいまで仕事してる。老师大概每天早上6点半起床，然后准备东摸摸西摸摸，然后8点上班，然后8点上班之后到下午6点左右下班，然后再回到家可能也晚上8点，然后再吃个饭啊，东摸摸西摸摸，大概到9点半，他开始做
继续做他工作，然后做到在半夜2点才去睡觉。去4个小时。那个老师不是专职作家，他そうです。肉切ってます。老师在肉店工作。たまに入る。他偶尔会结账啊，可是他重点他是老师基本上是做肉加工的。处理肉品的。え？不太给你的。肉のことは別にいいんじゃないの？お店の人も知ってるからね。啊，他们店里的人也知道他在写小说。君だから安心だ。その時間がないと店を開けない。跟我看女生。他就一边砍一边切肉，然后一边在想故事，不然的话他那一天没有办法，不然一路这样切起来。要注意安全哦。他每砍一刀就要叫一声400人。めちゃめちゃやめたいけど。其实他老实说，他很想赶快辞掉工作。肉切る仕事が嫌いなんじゃないんだけど、単純にね、キャパシティの問題で。就老师其实他并不讨厌现在就在切肉的工作，只是说就依他目前的状况，他是觉得可能会先维持现状。切れなくなった途端に湧いてこなくなって困るじゃない。アイデアが。因为如果说不继续切肉的话，他可能就没有一些写作的那个想法。台湾の皆様に、今のところ本当にみんながリゼロを好きかどうかまだ俺はちゃんと確認してないから不安なところありますが、皆さんが本当にリゼロのこと好きになってるってものすごく嬉しいです。やっぱり基本的にはこの作品の良さっていうか楽しんでくれる気持ち、書いてる自分が一番楽しいんですけれども、書いてる俺が一番楽しいんですけども、その楽しい気持ちを分かってくれる人たちに、すごい伝わってくれればいいなっていう気持ちで書いてたんで、そういうのにも完全にもう国の境とかそういうの関係ないんですね。台湾の皆さんにその気持ちがすごい伝わってくれたというのはものすごく嬉しいので、もうめちゃめちゃ相変わらず台湾大好きです。ありがとうございます。那老师他就是他写这个作品的时候，他还是很好奇，有点半信半疑，说你们台湾的读者真的很喜欢我的作品吗？那他觉得说他在写这个作品的时候，就是希望说能够将这个作品的有趣的地方，还有它吸引人的地方，可以传递给很多的人。所以他这次来台湾，知道说我们台湾的读者大家是这么喜欢这个作品，他非常的高兴。他觉得他现在是最喜欢台湾的。谢谢大家。是啊。